皆さんこんにちは。ハンガリー学部生の大輝です。今回の動画では最強の勉強法と題して自分が実際に実践している超効率的な学習法について紹介していきたいと思います。勉強法に関してはいつもの Vlog 動画でもたびたび紹介しているんですけど、今回の動画では科学的根拠をもとに効率的な勉強方法について解説していきたいと思います。まず自分の実績について簡単にお話しさせてください。自分は現在通っているハンガリー医学部の前はアメリカの4年生の大学に正規留学という形で通っていたのですが、まずそのアメリカの大学に入学する際に TOEFL IBT という英語の試験を受ける必要がありました。これは120点満点の英語の試験なんですけど、自分は最初65点という点数から最終的に111点まで伸ばすことができました。そしてアメリカの大学では4年間の成績で4段階の GPA のうち 3.9 を収めることができ、卒業時にはスマクマラウデという成績優秀者にも選ばれました。そして先日の試験期間 Vlog でもお伝えしたように、昨年の留年退学が相次ぐハンガリー医学部の1年生では全教科で最高評価のオール5を収めることができました。これは決して自分の実績を自慢したいわけでは一切ありません。自分自身海外で理系の学問を学ぶ中で本当にたくさんの失敗と苦労を重ねました。この動画を見てくださっている方の中には受験生の方をはじめ海外で留学をして頑張っている方や自分のように医学部に通って頑張っている方も多いと思います。そして中には必死に努力しているのになかなか勉強で結果が出ないということで苦しんでいる学生も多いのではないでしょうか。そんな方たちの中には間違った非効率な勉強法で勉強をずっと続けてしまっている人も中には多いと思います。そして今回はたくさんの自分の失敗や経験を経てたどり着いた超効率的な勉強法を紹介することで、この動画を見てくださっている皆さんの助けになればという思いでこの動画を作成しています。今回の動画ではまずみんながやりがちな間違った勉強法を3つ紹介した後に効率的勉強の基本2つ、そしてその基本をもとに具体的な勉強法3つを紹介したいと思います。それでは早速いってみましょう。まずみんながやりがちな非効率な勉強法1つ目はハイライティング、ハイライトすることです。皆さんこの勉強法やってる方実はめちゃめちゃ多いんじゃないでしょうか。教科書や参考書を蛍光ペンや赤ペンでたくさん線を引いていると、なんだか勉強した気になりますよね。ただ、残念ながらこのように大事なところをハイライトするという勉強法は非常に効果が薄いというふうに研究でも報告されています。10種類の勉強法について比較したこちらのダロンスキー教授の論文では、ほとんどのシチュエーションにおいてハイライトすることは学習のパフォーマンスを向上させる効果はないというふうに結論付けられています。もちろん自分自身も高校生の時などは特に教科書や参考書などをひたすら読みながら線を引くということをよくやっていました。しかしですね、実際これはただやった気になっているだけで、実際の自分の知識の定着という面においては非常に効果が薄いということを途中で気づきました。自分もたまにね、GoodNote で PDF などの資料に、線を引いたりすることはたまにあるんですけど、それはあくまで自分が後々復習する際に、そこに絶対に戻ってこようというふうに決めているので、そのあくまでマーキング程度に自分は使用しています。なのでもし、たくさんハイライトをしたり下線を引いたりして勉強している方は今すぐこの勉強法をやめるようにしましょう。はい、そしてみんながやりがちな非効率な勉強法2つ目は Summarizing、 要約することです。情報を簡潔にまとめるということは必ずしも悪いことではありません。そうすることによって難しい内容のものを、より分かりやすく理解することはできると思います。ただその要約するという作業を自分でやること自体には実は知識の定着という面では効果的ではありません。先ほどの同じ研究では証拠に基づくと要約はあまり有効でないと評価されます。要約が得意な学習者にとっては効果的な学習法となりますが、多くの学習者には十分な訓練が必要であり、この方法の実用性は低くなりますと述べられています。そして特に今の時代はですね、チャット GPT などの AI ツールもどんどん発展してきているので、要約するという作業はそういった AI に任せて要約されて簡潔にまとまったノートなどを最初から学習する方が非常に効率的だと思います。はい、そしてみんながやりがちな非効率の勉強法3つ目は Rereading、 再読することです。皆さん繰り返し教科書を読んでませんか？自分も正直これはよくやっていました。ただ残念ながら同じ研究で再読は有効性が低いというふうに結論付けられています。大学で理系の勉強をしている方は共感してくれると思うんですけど、大学の理系の教科書ってめちゃくちゃ分厚くないですか？でしかも分厚いだけじゃなくて中身もぎっしり詰まってて、もう端から端まで情報で詰まってるみたいな感じで、自分も最初にアメリカで、生物の教科書を開いた時は本当にもう驚愕しました。もちろん最初はその教科書をひたすら何回も読んで必死に勉強していたんですけど、ただ途中で実際にその教科書を読んでいても全く内容が頭に定着してないということに気づきました。それ以降自分自身教科書を読むっていうのはやめましたし、実際にハンガリーの医学部の1年生でも教科書はほとんど開くことがなかったです。自分も周回することの重要性はたびたび動画の中でも話していると思うんですけど、自分は周回する際にただ読むだけにならないことを意識しています。どういうことかというと、例えばスライドの内容を復習する際に自分はただその内容を読むだけではなくて、何が書いてあったかっていうのを自分の中で思い出しながら反復するようにしています。そしてこの思い出すという行為がこれからお話しする効率的な勉強法につながってきます。はい、ということでみんながやりがちな非効率な勉強法を3つ紹介しました。簡単におさらいすると、ハイライティング、サムライジング、リリーディング、ハイライトすること、要約すること、再読すること、この3つは非常に効果が薄い勉強法なので、皆さん気をつけるようにしましょう。もしこの勉強法をやっている方は、ぜひ今からお話しする効率的な勉強法をするように意識してみましょう。
はい、じゃあそれでは早速効率的勉強法の基本について話していきたいと思います。まず結論から申し上げると、効率的勉強法の基本は Active Recall と Spaced Repetition になります。まずこの Active Recall から説明していきます。Active Recall とは簡単に言うと能動的に思い出すことです。人間の記憶というのはアウトプット、つまり脳から情報を取り出す際に定着するというふうに言われています。多くの人はインプット、例えば教科書を読む、講義を聞く、解説動画を見るなど、そういった勉強にとどまってしまっていると思います。ただ皆さん、仮に教科書を30ページ1日かけて読んだとして、その次の日に皆さんどれぐらい内容を覚えていますか？内容にもよるとは思いますが、実際はほとんど覚えていないんじゃないでしょうか。それぐらい人間の記憶っていうのは頼りにならないもんなんです。しかしこのアクティブリコールを意識して勉強していくことによって、その知識の定着率というのは格段に上げることができます。80人の大学生を対象に複数の勉強法について比較したこちらの研究では、繰り返し学習が最も効率的だという学生の予想とは裏腹に、テキストを読んだ後に思い出し練習をするアクティブリコールが圧倒的に効果があったという結果が出ました。このようにですね、能動的に思い出す、脳から情報を取り出すということを意識して勉強するだけで、知識の定着は格段に変わってきます。はい、そして効率的勉強法の基本2つ目はスペースレペティションです。このスペースレペティションは日本語では間隔反復とも呼ばれ、間隔を空けて何度も復習することという意味です。今説明した通り、人間は覚えたことのほとんどを次の日には忘れてしまうものです。しかしこちらのエビングハウスの忘却曲線が有名なように、人間は繰り返し同じものを学習していくことによって記憶を定着させていくことができるというふうに言われています。実際に96人の大学生を対象にしたこちらの研究では、単語テストをした際に一度だけ学習したグループはほとんど単語を覚えていなかったのに対し、もう一度学習をしたグループは大きく記憶の定着が向上していました。そしてその復習の間隔を長期的にわたって増やしていくことによって記憶の定着はさらに向上したという研究結果も出ています。このように例えば3時間の学習を1日でやるのと1時間に分けて3回やるのとでは、1時間に分けて3回分けてやった方が学習の効率は高いというふうに言えるわけです。ちなみにこのアクティブリコールとスペースレペティションの2つの勉強法は、最初に紹介したダロンスキー教授の論文でも非常に有効的な勉強であるというふうに結論付けられています。はい、それでは実際にこのアクティブリコールとスペースレペティション、この効率的学習の基本2つを利用した具体的な勉強例について紹介していきたいと思います。まず1つ目に紹介したい例が暗記というアプリを使った勉強法です。動画内でも何度も紹介しているこちらのフラッシュカードアプリ暗記では、このアクティブリコールとスペースレペティションを最も効率的に使って学習することができます。このアプリでは基本的に覚えたい内容をフラッシュカードとして作成し、そのフラッシュカードを使ってクイズ感覚で学習を進めることができます。問題を答えた後にそれぞれの自分の中での答えの定着度というのを選んで、それに合わせて苦手なカードは翌日、定着しているカードは1週間後といった形で適切なタイミングで同じカードを出題してくれるシステムとなっています。またこのアプリでは一問一答のような形で問題を作成したり、写真やスライドの一部分を隠して赤シートを使って勉強するような形でカードを作成することもできます。この暗記の詳しい使い方に関してはまた今後動画を出していきたいと思っているので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。実際に情報を脳から能動的に取り出すこのアクティブリコールと復習の感覚を分散させていくこのスペースレペティションの2つの原理を最大限に活用しているアプリなので非常に効果的です。はい、それでは具体的な勉強法2つ目は練習問題や過去問を解くことです。これは正直、最も効率的な勉強法と言えるかもしれません。例えば TOEFL であれば公式問題集、受験であれば過去の受験問題、大学の授業であっても先輩の過去問など、何かしらの形で実際の試験と同じような問題を手に入れることは難しくないと思います。そういった過去に出題された問題にはその試験に必要な全てが詰まっていると言っても過言ではないです。この問題を解く過程ではもちろん自分の頭の中から知識を取り出すこのアクティブリコールを最大限に活用できるので非常に効果的です。ただこの練習問題や過去問を使った勉強法には一つ注意点もあります。それは練習問題をするタイミングはあくまで内容をある程度理解した段階でやるべきということです。もちろん学習の最初の段階でどういった内容を試験では聞かれるのかというのを把握するために最初に過去問に目を通すのは非常に大切ですが、最初から過去問をどんどん解いていくというやり方ではそもそも内容の理解ができていませんし、ただ答えを覚えることが目的になってしまうので、自分は過去問などはある程度知識をしっかりと定着させた段階でやるようにしています。例えば英検3級の実力でいきなり TOEFL、IBT の演習問題をバンバン解いても全く内容についていけないのが現実だからです。なのでしっかりとある程度の実力がついたタイミングで演習問題はするようにしましょう。そして最後に紹介したい具体的な効率的勉強法3つ目は人に教えるということです。実は教えられる側より本当は教えている側にとって最強の勉強法なんです。これはなぜかというと、そもそも人に教えるためにはその内容に対しての深い理解が必要だからです。たくさん教科書などを読んでなんとなく分かっている気にはなっていたとしても、実際に人に説明するってなると全然説明できないなんてことも皆さんありますよね。この人に教えるというプロセスの中で人間の脳はすごく活発的に働いていて、これはまさにアクティブリコールの最上級と言ってもいいと思い
います。この勉強法はフェイマンテクニックとも呼ばれていて、実際に人に説明する練習をして、それで足りない部分を復習し、そしてそれをさらに説明に盛り込んでいくといったような勉強法になります。例えば医学生であれば、全く医学の知識がない子供に対してその学んだ知識をちゃんと教えられるかっていうのを意識して勉強してみるといいかもしれません。一人で勉強するとしても、目の前に人がいるというふうに仮定して独り言で内容を説明して勉強していくのも非常に効果的です。はい、ということで以上が具体的な効率的勉強法の紹介になります。今回の動画の内容を簡単にまとめると、まずみんながやりがちな非効率的な勉強法を3つとして、ハイライト、要約、再読の3つを説明しました。そして効率的な勉強法の基本として、アクティブリコールとスペースレペティション、そして具体的な勉強法の例として暗記を使った勉強法、練習問題や過去問を使った勉強法、そして人に教えるといった勉強法を紹介しました。いかがでしたでしょうか。ただ最後に皆さんに伝えたいことがあります。この効率的な勉強法をすれば短時間で高得点が取れるというふうに思った方もいるかもしれませんが、決してそうではありません。勉強というのは継続的な努力が一番大切です。英語で言っても、どんなに効率的に勉強しても数週間や数ヶ月で英語が全く話せない状況からペラペラになるなんてことはありえません。自分自身何年もかけて今の英語力がありますし、最終的に TOEFL でも111点という高スコアを収めることができたと思います。そして今自分が実際に学んでいる医学の勉強でも、今紹介した効率的な勉強法をやっていたとしても、毎日10時間以上本当に血の滲むような努力をして死に物狂いでやっとオール5を達成することができました。もちろん非効率的な勉強法で10時間やった分の内容を効率的な勉強法で5時間や3時間というふうに縮めることはできると思います。しかし効率的な勉強法で毎日3時間やっていたとしても、効率的な勉強法で10時間毎日勉強している人にはかないませんよね。なので本当にテストで結果を出したければ、この正しい方法で効率的に勉強した上でしっかりと長時間毎日努力を重ねていくことが重要だというふうに自分は考えています。なのでこの動画を見てくださった皆さんはぜひ正しい努力で目標の試験を合格していってほしいなというふうに思っています。ということで今回の動画はいかがでしたでしょうか。皆さんの勉強の助けになれば何よりも幸いです。この今見てる内容も明日にはすぐ忘れてしまうというふうに思ってください。なのでぜひいいねで保存してこの動画を繰り返し見て、ぜひ皆さんの勉強に生かしてみてください。そしてこの動画が良かったと思ったらぜひチャンネル登録とコメントの方もよろしくお願いします。インスタグラムの方では自分の普段の日常なども発信しているので、ぜひそちらの方もフォローしていただけると嬉しいです。ということで今回の動画は以上になります。最後まで動画を見ていただいて本当にありがとうございました。じゃあそれでは I'll see you in the next video. Bye.